Ira, we are going to visit my relatives in Malacca next week. Malaysia is a maritime powerhouse with the Straits of Malacca. The Gulf City is registered as a World Heritage Site. Pulau Besar, a remote inhabited island, is located there. Grinning. Let me tell you something. We are going to the island this time. 僕はシンガポールに住む日本人のアイラです。実在する有人島をマハラ島という漫画で描いています。僕はこれまで400以上の有人島に漫画の取材をしました。僕の親族はシンガポール人、マレーシア人、日本人の3カ国です。あれはマレーシアの人工島ですね。今回僕たちはマレーシア人の親族9人に会いに行きました。今回同行する家族の兄弟はそれぞれ8人と12人です。今回のマラッカの感想を先に述べます。シンガポールよりも道にゴミが落ちていませんでした。水道水もシンガポールや日本の都市より肌に優しかったです。このビスケットは日本人も大好きな味です。これはマラッカしか販売されていません。16個入りで8リンギット280円。僕の家族は15箱購入だからこその車旅です。ここで皆様にご報告、マハラ島のロゴが確定しました。ありがとうございました。アンケートにご回答いただいた8カ国30人の皆様、誠にありがとうございました。イスラム、キリスト、仏教でも特に問題ないようです。僕一人でマハラ島を作っています。マハラ島は多くの人が読みやすいように A4 サイズのカラー漫画を予定しています。世界中の人に有人島を認知してもらうのがこの漫画の目的です。島の価値を上げた経済効果も狙っています。そのため日本語と英語でのスタートを予定しています。僕は出版社、翻訳や編集会社を使いません。それゆえまだまだ準備に時間がかかります。お時間をいただいてしまいますが応援いただけますと幸いです。引き続きお付き合いのほどどうぞお願い申し上げます。さて、シンガポールを出国し、この後はマレーシアの入国審査です。オンラインのビザ申請を失念していました。ちなみにシンガポール人はマレーシアでのビザは不要です。ここフリー Wi-Fi がなかったです。ドライバーがマレーシアのモバイルデータを使えたのでお借りしました。ありがとうございました。この雨は東南アジアの特有のスコールです。今はモンスーンです。高速バスでマラッカに行く場合、渋滞にはまると6時間かかることがあります。今回僕たちは個人運転手に依頼しました。1人50シンガポールドル。自宅からマラッカのホテルまで直行なので飛行機よりも楽です。ところでこのトラックを抜いたら急に雨が止んだかのような視界になりました。路面の水量が多いんですかね。高速バスよりも個人運転手の方が早くマラッカに着きます。僕はマレーシアの高速道路で 140km 走行する勇気がありません。マラッカに本社のあるお菓子メーカーです。このお菓子をマラッカのイオンで買って帰ろうと思ったのですが、それらは見つかりませんでした。今回2泊3日のマラッカ滞在です。1日目の午後、そのイオンに行きます。日本のイオンではお惣菜売り場が充実しています。イオンのある地域のお土産が販売されていることもあります。マレーシアにお惣菜を買う文化があるのかも含めて個人調査です。多くの外国人観光客はここマラッカを飛行機や高速バスで訪れます。そのバスターミナルにこのイオンはまあまあ近い方です。セントラルエリアにあるホテルでおじさんと合流します。彼は普段クアラルンプールに住んでいるマレーシア人です。彼は車でマラッカに来て僕たちとは異なるホテルに滞在するそうです。このドライバーさんとはこの後ホテルで解散です。あさっての袋では別のドライバーさんです。今回と同じ料金です。今回は5つ星ホテルに宿泊です。普段の僕なら民泊やゲストハウスを選択します。今回は僕のシンガポール人家族の要望です。彼らは前回ヒルトンホテルに宿泊したので、今回もヒルトンを考えていました。
しかし僕はユニークを好むのでこっちのホテルに変えてもらいました。プラナカンデザインのホテルです。朝食付き2泊3日は4人で1400シンガポールドル、約4600リンギット、日本円で約16万円。マレーシアの物価は日本の3分の1から半額くらいとみなせます。日本だと1人1泊6万円はするホテルということですね。マラッカ滞在の参考にしてください。葉っぱがあった方が見栄えが良かったように思えます。なぜ彼がそれを取り除いたのか不明。改善要望。朝食は中華、欧米、マラッカ料理のビュッフェでした。朝食では卵料理かマラッカカレーを注文できます。僕以外の3名は3日目の朝食で誰もそれらを選びませんでした。パンがついてくるのでボリュームが多すぎたそうです。注文するならパンなしが無難です。ビュッフェの種類が多くて制覇は無理でした。ここではチェックイン後のカードキーがないと1階のトイレは使えないそうです。でも部屋のあるフロアはカードキーなしで行けました。セキュリティ基準がいまいちわからなかったです。けどカードキーは毎日交換する必要があるそうで、それはチェックイン時に説明がありませんでした。それと清掃以外のタイミングでもスタッフが部屋に出入りしているので、夕方以降も私物は片付けておいた方が無難です。メンバーが1名いなくなっていました。多分彼はロビーにいます。それと彼は中華料理系しか食べないので、今回の飲食店は全てその系統になります。マラッカ川です。船の作業員が2隻を手で押さえて同時に動かしていますね。このホテルもリバーサイドの方が部屋の料金が高いです。僕は最安値のこの部屋が第一希望でした。眺めがいいです。夜の11時を過ぎてもリバーサイドエリアから音楽が聞こえていました。静かに過ごしたいのでこの部屋で良かったです。それとリバーサイドの方だと家族向けの4人部屋がありますが、僕は夜に漫画作業をしますし、家族のいびきでストレスもたまるので無理だと思いました。日本と違って川の色が茶色です。昔は悪臭がすごかったそうです。ゴミは浮かんでいなかったので排水の問題なのか何なのかは不明。ナイトマーケットエリアの風景です。今回は昼にしかそこに行けません。僕もシンガポール人家族も人混みが苦手です。そうそう、このホテルの金庫は充電しながらの保管が可能でした。シンガポールと同じプラグです。タオルや布は硬い生地でしたが、おそらく柔軟剤を使っていないのでケミカルアレルギーの人には優しい配慮かと思います。僕の友人はアレルギーで失神や呼吸器の症状が起きるので、日本では宿泊が難しくて車中泊や一般人宅がメインとのことです。柔軟剤は使わない世の中の方が自然にも優しいと僕は思います。僕のおじさんと合流し、マラッカのチキンライスを食べに行くことになりました。日本のチキンライスと海外のチキンライスは全くの別物です。僕はシンガポールのチキンライスが好きです。10軒以上は食べ比べました。今までの中で最も美味しいチキンライスはシンガポールのイーシュンパークの向かいにある集合住宅の1階になります。1人分は約550円、4.7 シンガポールドルです。Google マップにそのお店は表示されていません。925というお店がイーシュンでは有名ですが、それではありません。チキンライスマハラ島の言葉で検索したら僕のブログが見つかるので、気になったら読んでみてください。ぐだぐだ話ですみません。もうすぐ今日のチキンライスのお店に着きます。着きました。商品名はライスボールと書かれています。注文は僕の親族に任せました。スプーンとフォークしかありませんでした。お箸はありません。僕は日本でカレーを食べるときもお箸を使っています。次回マレーシアに来るときにはマイ箸を持参します。ベージュカラーのそれらがライスボールおにぎりです。
たち日本人の多くはおにぎりをフォークで食べる習慣がありません。この日、僕は人生で初めておにぎりをフォークで食べました。僕の中の日本人というアイデンティティが一部崩壊。この動画を編集するたびに思い返して胃痛が起きます。おにぎりアイデンティティを持たない日本人には問題ないと思います。マラッカに来たらこれを食べてみてください。この後のマラッカ飲食店では僕のアイデンティティ崩壊は起きていません。ちなみにこの味は日本のおにぎりとは全く異なる別物です。この店はチキンもライスも味が薄くて僕には感想も薄いです。Google レビューでは平均の星3でした。海外では星5を大量につけるフェイクレビューが非常に多いので、逆に素直なお店だと思います。この後マラッカのイオンと僕の親族の家に行くそうです。今回日本の慣習と大きく違うなと感じたことが複数あります。一つ目が他己紹介がないことです。僕の家族も彼らが誰なのかわからないと言ってました。初めて会ったそうです。日本だと関係性と名前を他己紹介するのが慣習かと思います。そういえば今週シンガポールの家で知らない人がいました。僕の家族の友人だそうですが、その時も僕の家族は彼が誰か知らないと言いつつ気にせず部屋でゲームをしてました。知らない人が家にいても誰か一人が知っていれば構わないみたいです。最近の日本もこんな感じなんでしょうか。僕は日本で知らない人が他己紹介ないままに家にいたっていう経験がないのでちょっとわからないです。マラッカの戸建て住宅です。この後会う親族の家は単体タイプでした。プライバシーの都合で彼らの家は映りません。これらの集合住宅はとてもレトロな印象です。昔の日本の集合住宅へはこういったサークル状のベランダがあったかもしれません。最近の建物よりもこういったレトロな建築物の方が僕は好きです。シンガポールの集合住宅もレトロなものを撮影してます。それらはマハラ島のシンガポールの話で登場します。シンガポールの多くは政府管理の土地なので100年経ったら取り壊されることが圧倒的に多い傾向だそうです。レトロ建築で僕の心の傷が回復しました。お待ちかねのイオンです。さっきの集合住宅もそうですが、マラッカでは車を駐車する際に前向き駐車が9割のようです。ここでは8割がその印象でした。僕が日本で運転するときは後ろ向き駐車が基本姿勢です。ここまで動画を視聴してくださっている人たちは、僕が観察やら細かい話が多いなと感じているかもしれません。それは僕の特性でも職業病でもあります。例えばマラッカを絵で表現する際に、後ろ向きの駐車の絵という実際のマラッカと大きく異なる姿を僕は描きたくありません。これは日本でも同様です。有人島と言われても400種類以上の個性があります。僕が行った島は明確に描き分けたいです。だからこそ現地取材をしています。日本同様、イオン館内は撮影禁止でした。お惣菜は販売されていませんでした。お弁当や個包装のお寿司はありました。お寿司は約35円。マレーシアは消費税が 6% です。僕はお菓子を購入。僕はチョコレートが苦手です。けどマレーシアで製造されたチョコレートケーキやクッキーは好きで、シンガポールでも買っています。チョコが苦手な人はマレーシアで試したら新しい世界が広がるかもしれません。親族宅は30分ぐらいの滞在でした。日本と異なる慣習シリーズその2。玄関の門の高い位置に手を置き、大声で人を呼ぶ。呼び鈴がなかったです。大声で住民を呼ぶのは日本の田舎でもあるかもしれません。けど自分の背よりも高い門に手を置くアクションは僕は日本で見たことはありません。漫画でこの動作を描いたら冷静さを描いている人物を表現していると捉えられそうです。しかしながらこの後僕はマラッカで目撃します。小学校の門で複数の大人が同じようにそこに手を置いて校庭の子どもたちを見ていました。なるほど、これはマラッカでは通常のアクション、
逆にこの表現がなければ、そのシーンは魂のこもっていない絵ということだ。親族で最も元気なおばさんと合流しました。本日会った親族5人目です。彼女への会いに行き方は日本の中学生乗りでした。勤務先に突然行こうぜで、日本と違って勤務時間中でもスマホいじったり親族たちと立ち話できるマレーシア、シンガポールもそんな感じですね。僕のシンガポール人家族は毎日中華系スイーツタイムが必要だと分かりました。彼らは日本に来ても中華系スイーツをそう簡単に食べることができそうにありませんね。中華街しかなさそうです。ホテルから約1キロの場所にある飲食店に行きました。テーブルに穴があります。ここに鍋を入れるそうです。スープの味とドリンクを注文。何味にしたのかは僕は分かりません。好きな串を選んで鍋に入れて頃合いを見て食べるスタイル。1分だと微妙なので僕は2分くらいそれを煮てました。このお店の人が英語を話せるかは分かりません。シンガポールでもマラッカでも英語を話せない人は少なくありません。ちなみにこの動画で僕の親族たちが話しているのは福建語です。中国語の中の一つです。僕のシンガポール家庭では英語、福建語、日本語が使われています。英語を話せない親族と僕とでは共通言語がありません。そういう時、相手が理解してなかろうが自分の第一言語で話しかけるが基本スタンスになっています。僕は福建語は全くわからないです。その時のシチュエーションを交えて返答しています。さっきのおばさんが食事に合流しましたが、タイミングが合わず、わずか15分ほどの滞在でした。明日の夕飯でまた同席するそうです。食後は店員を呼んで串の本数に応じて会計が決まります。数えるのに1分以上かかっているので 150% に動画を早送りしています。これコロナ感染が強かった時期は感染リスクが高かった仕事でしょうね。今では素手で数えていますね。駅占いでもやっているように見えてきます。この本数だと運勢は吉だね、あと2本食べれば中吉だねとかそんな話には全くならず、会計を済ませて終了しました。どこも現金払いが多いです。マレーシアではクレジットカードは使わず現金払いが外国人には推奨されています。悪用事例が少なくないそうです。それで僕の親族は明日の夕飯とホテルの会計以外ではクレジットカードは使っていませんでした。夜でも川の茶色がよくわかります。亜熱帯地域はこの色がデフォルトなのかもしれません。調べていなくてすいません。今回マラッカの有人離島に行けないので、漫画に登場することが確定した時期に一斉に調べた方が作業効率がいいと思っています。マラッカでは道も川もゴミはめったに見かけませんね。非常に珍しい街だと思います。裏道も行ってみましたけど、ゴミを見かけていないんです。僕が日本に住んでいた時は自治会の活動でゴミ拾いをしていました。学校や職場でもゴミ拾いをしていました。会社が毎月一度ゴミ拾いをするという社会貢献活動をしてたので、僕はそれに参加していました。ここはまさにセントラルエリアのど真ん中です。この時間帯の方が昼より少し涼しいので快適かもしれません。僕の親族たちはホテルに戻りました。あれは著作権の切れたクマですね。最近はホラームービーの方を連想しちゃいますね。明日はマラッカの博物館に行きます。1枚のチケットで3つの博物館に入場可能です。外国人と国民で値段が異なるのはシンガポールも同じです。日本では最近こういったのが増えましたかね。儲けていても設定価格が安いので、正直もっと値段を上げた方がいいかと思います。例えば富士山の通行料と協力金とか、あと罰金の額が日本は低すぎるので、それも値上げしないと取り締まる側の方々も善意で頑張りきれないと僕は危惧しています。シンガポールでは
釣り禁止の場所で釣りをするといくらかご存知ですか？罰金は最大で3000シンガポールドル。現在のレートでいうと日本円で約35万円です。ホテルに戻ります。プールとジムがありますが、僕の家族は利用しませんでした。そもそも水着も持ってきていません。ここで塩素の匂いはしますが、シンガポールのプールよりは少ないですね。僕は30分そこにいましたが、スタッフは0人。ご高齢の欧米人女性2名がやってきたけど、見に来ただけでした。マハラ島。ちなみにさっきのマハラ島ボイスは僕のシンガポール家族です。3歳児が混じっています。車社会のマレーシア。マラッカも車移動じゃないとセントラルエリアの中心部だけで終わりますね。今日はまず墓へ行きます。マレーシアの親族の墓は今回行かないそうです。そこでこの地域に残る伝統的な墓を見に行きました。ドリアンの叩き売りがされていました。この公園は地元民の散歩コースにもなっているそうです。墓に興味があるのは家族で僕だけ。僕の日本の親族である沖縄家系の墓との比較がしたくてここに来ました。僕の沖縄側の親は沖縄でミーヤウンナと呼ばれる称号を代々継いできました。その市町村に住むその名字の長みたいな人です。代々長男とその配属者は先祖と同じ墓に入らないといけません。墓の中に壺があってそこに位牌を入れるんですが、僕の親は死んだ後に知らない先祖と狭い壺に入っていられるかと引き継ぐのをやめました。グッジョブ。ちなみに鹿児島側親族の親はごく普通の墓です。僕の属性情報が多くてややこしいですが、僕は沖縄と鹿児島に何代も渡って住み続けた先祖の根血になります。マハラ島の主人公はたまたまトカラなんです。トカラは沖縄と日本本土の文化が融合した風習の地域です。僕の背景と同じだねと鹿児島県の人が一言言ってくれて、その時僕はそれに気づきました。そこにシンガポール人が家族に加わったので、マハラ島のもう一人の主人公はシンガポール人です。頑張って別動画作りたいけど僕は作業がすごい遅いです。ただでさえ複数名でやる作業ですからね、本来。でも動画の台本は完成しているんですよ。30本分ぐらい。青と白の建物は警察署です。綺麗ですね。この道路を海に向かうと途中でヒルトンホテルがあります。僕の親族は数十人この辺に住んでいますが、具体的な人数は分かりません。そもそも今日は博物館に行く予定だったんですが、僕が墓に行きたいとおじさんに連絡したためか、墓スタートになりました。車じゃなかったらホテルから30分は歩く場所だったので、今回行けてよかったです。それで墓の次はマラッカの島です。ここは人工島です。なのでマハラ島において特別なキャラは作りません。マハラ島では自然、天然の島が対象です。比較や絵を描くためだけに連れてきてもらいました。僕の親族は誰も島に興味がないので、ここも僕の希望なだけです。この人工島には美しいモスクがあります。マレーシアは夕暮れがどこも美しいみたいです。マレーシアを未成年の時に出国してシンガポールで仕事を探し、その後シンガポール国籍を取得してシンガポールに住んでいる親族もいます。日本だと18歳頃に地元を離れる機会がありますが、昔のマレーシアは15歳頃には国を出てました。今だと高校まではマレーシアでシンガポールの大学を卒業して、そのままシンガポールの就業ビザを取得する傾向みたいです。シンガポールの給与について僕のブログでそれも書いています。セントラルエリアに戻ってきました。マラッカのグラマラッカ。この原料はサトウキビではなくココナッツの樹液です。マラッカの特産品です。英語ではココナッツパームシュガーとも呼ばれています。ややスモーキーな風味が特徴です。僕の家族はここでこれらを購入し、シンガポールの料理で使っています。僕の家はスローフード家庭。白砂糖は使いません。いくつか店を見ましたが、セントラルエリアではここが最安値かと思われます。
基本的に僕が泊まったホテルの近くは観光地価格です。このレトロ商店街エリアもホテルから徒歩圏内ですが、裏道なので目立っていません。蛮香的嘞，江不用称了，称了，你要多少？一包办公。6半公斤是3啊，那个是半公斤啊，一样的。应该跟他买几多了？2包咯，1 kilo 是2包咯。哦，2包哈。可是没有去旁边喝这个。さっきのお店はマラッカコーヒーを販売しているそうです。そのコーヒーの量り売りを僕の家族が購入していました。シンガポールの半額以下の価格だそうです。今日の中華系スイーツはこちらのお店だそうです。おじさんが説明してくれています。ドリアンシロップの有無を選択できます。僕はドリアンが好きなのでありにしてもらいました。各テーブルに黒蜜が置いてあり無料で使えます。黒蜜かけ放題です。僕は1人分食べきれないので半分は家族に食べてもらいました。僕以外はみんな1人分食べていました。この店ですがイオンで販売していなかったマラッカ菓子が豊富です。ニョニャ料理の調味料もあります。ドリアン羊羹を2本買いました。これは賞味期限が長めでした。1つ200円程度なのでこの店は買いやすいです。パイナップルタルトの看板を出しているのに現在は作っていないと店主が僕たちに言いました。 LW という店でその試食もできると店主が言うので行きましたが、試食はやっていないとその店で断られました。僕のシンガポール人家族が日本語で騙されたとつぶやいていました。こちらのパイナップルタルトは日本人にあまり好まれない味かと思います。使っている油何日目だろうと思いました。僕は普段ショートニングの入っていないお菓子しか食べませんが、それでなくともこの食感はちょっと苦手です。他店のパイナップルタルトの方が食べやすかったです。ただ個人差があるのでここでも買ってみてください。やっとこの後博物館に行くとのことなので車が止まった先で降りましたが、博物館はありませんでした。というかここリトルインディアエリアです。古い建物だけど人が住んでいる気配を感じます。ここでもゴミが落ちていませんね。素晴らしいです。道路が渋滞していたのもあり、僕は一人でここからホテルに歩いて戻りました。僕はシンガポールでもマレーシアでもモバイルデータを契約していないので家族と連絡がつきません。ホテルの部屋の Wi-Fi はホテルの外まで届いていました。強いですね。家族と博物館に合流することになりましたが、僕の方が早く到着しました。ホテルから徒歩20分以内なら徒歩の方がスケジュールを組みやすそうです。ちなみにシンガポールの方がゴミが多いと僕が言っていますが、その実際の写真がこれです。これはマリーナベイサンズエリアで撮影しました。僕はシンガポールに住んでから路上でゴミを見たことがない日なんて今まで一度もありません。とにかくゴミを捨てる人たちが非常に多いです。タバコの吸い殻も多い。家の窓から外にゴミを投げ捨てる人も多いです。監視カメラで発見されると罰金を払います。昔日本人がシンガポールではゴミ一つ落ちていないと古代表現をしたことがありますが、大嘘です。どこを歩いたんでしょうね。仮想空間ですかね。マラッカは本当に綺麗な街です。
ルの対岸です。日焼け止めを塗り出しましたが見事に日焼けしました。2月に日本に帰国したらロート製薬のクリームとか買い足します。シンガポールでは同じ商品が日本の3倍以上の値段です。ロート製薬さんの商品ラインナップが2023年に比べて2024年は倍以上に増えていました。頑張っていますね。この日マラッカのドラッグストアも見たんですけど、シンガポールの販売額とほぼ同じでした。店によるのかもしれませんが、マレーシアでそれは強気設定だな。今後マレーシアのジョホールバルで買いに出しに行ったらアパレルと食べ物だけにします。家族と合流してマラッカ海洋博物館に来ました。外国人は大人1名20リンギット。船内がそれです。ただマレー語の資料や看板が多くてモバイルデータを持っていない僕にはカメラ越しの翻訳アプリが使えず内容が分かりかねました。海軍博物館にはフリー Wi-Fi があります。ここにも置いてほしいです。平日ですがこの通り結構混雑していました。週末は定員オーバーの旅館。さっきの20リンギットの入場券で3施設入れるので残り2つも行きます。3リンギットで約100円です。なので、ここの入場券は約700円。ヨーロッパやシンガポールの入場券は1000円以上がほとんどなので、マラッカは良心価格です。触らないでくださいの看板がありますが、歩道から何メートルも離れています。腕が伸びる人向けの看板ですか？ダルシムじゃないですか。ヨガファイヤー。日本の鹿児島県のトカラ列島がマレーシアの地図に載っていますね。この辺ですかね。多分そうですね。トカラの悪石島の仮面神ボゼは外観が東南アジアデザインですしね。トカラは沖縄と日本本土以外にも東南アジアの文化も混ざっています。日本でもそこだけですよ。面白いですね。僕の家族に東南アジア人がいるのも余計にトカラチックですね。ウミガメの産卵とマラッカ。マレー語の資料で僕には読めません。英語版も用意してほしい。ここ世界遺産の街ですので。日本はどうなんでしょう。最近英語資料は増えたのだろうか。とりあえずこの後海軍博物館に向かいます。この3施設は道路を挟んで存在しているので行きやすいです。海軍博物館は視覚的情報量がとても良かったです。海軍マニアなら絶対に行くべき場所です。僕はマニアではないですが、テキストベースの説明よりも理解しやすかったです。展示品として用意してくれている配慮がありがたいですね。日本人はあまりここに行っていないようですがおすすめです。ここには海中で使う爆弾の模型も置いてありました。さっきの海洋博物館で一緒になった子どもたちがここにも流れ込んできて大運動会が開催されています。でも誰も展示品には体当たりしていません。していないけど日本との違って保護者は彼らを止めないんですね。お国柄よりも宗教の影響なのかと僕とシンガポール人には分かりかねました。僕の親族は仏教徒なのでムスリムの人いないんです。いたらいろいろ学びたいことがあります。まだ午後2時です。短時間で結構回れますね。2泊3日だとちょうど良さそうです。この公園には列車とプロペラ機のようなものが置いてありました。無料で見れますがあまり観光客がいません。隣の公園に大木がいくつもあります。この木とてもいいですね。今回のマラッカ観光で僕が一番好きなのはこの木です。この大木は今後もずっとここに根付いてほしいです。隣のメガモールで服とお菓子を買ってホテルに戻ります。日本の企業にライセンス契約を締結しているのかいまいちわからない車をマラッカでたびたび見かけます。韓国の有人離島でもそうでしたけど、仮にライセンス契約を締結しているならば少なくともコピーライトや権利者の表記は義務付けると思います。この辺落とし穴が多い。この店を日本人の 99% は知らないであろうと言えてしまいます。
せっかくマラッカに来たらこのビスケットは絶対に食べてほしい。忖度なしで本当に美味しいです。僕の家族はここで15箱購入しました。あと他にも多数。ビスケットは16個入り 200g で8リンギット、約270円です。賞味期限は2週間です。僕の宿泊したホテルから歩いても20分以内です。昨日食べた串のお店はこのお菓子屋さんの隣です。セットで行きたいですね。夜はお菓子屋さんが閉店してしまうので注意です。僕は夕方5時にこの店にいました。在庫はありましたが、僕らが入店した後に後ろに並んでいるお客さんを数えたら10人以上いました。さっきのビスケットは常温保存可能ですので、車に積んだまま6人目の親族の家へ向かいました。この日も親族の説明がないまま向かいました。その親族はスマホを持っていますが、何時に訪ねるかも事前に伝えていなかったので不在でした。探したら家の近くの売店にいることが分かりました。プライバシー保護のためモザイクをかけています。集合住宅です。上の階に住んでいる少年がたまたま階段を上っていました。彼は裸足です。マラッカはゴミがほとんど落ちていないから足を怪我することも少ないだろう。そして彼は足の裏を鍛えているのかな。僕の屋久島の友人は女性ですが、素足で屋久島を歩いていて防御力が高いです。僕らの先祖も昔そうだったはずだ。で、次の親族宅へ行きました。こっちも集合住宅です。さっきは出入り自由ですが、こっちはコンドミニアムなので警備員と建物のダブル解錠が必要になります。昨日と同じ元気なおばさんです。おばさんもこのコンドミニアムに住んでいます。僕のマレーシアの親族は仏教徒です。様々な仏壇があります。こちらの家ではそのタイプでした。この後すぐ近くの海鮮料理屋に行くと案内がありました。実際はマラッカの空港に近い場所だったので、ここから車で30分ぐらい走りました。車で30分の距離はすぐ近くの認識だということを学びました。車2台でお店へ向かって現地合流しました。ここでも注文はおじさんに任せます。会計は僕の家族が支払いました。今回食費はほとんど彼が支払ってくれています。レシートに VIP ルームと書いてありました。もっと大きい部屋があったけど、あれは何と呼ぶのでしょうか。キングルームでしょうか。僕が上座にいますが、この円卓世界に上座も下座もなく、早く来た人から奥に座っていくそうです。おじさんは配膳係を自ら引き受けてくれていました。この後、おじさんの配膳作業は長時間続くことになります。日本の小学校で僕らは材料は一口サイズにカットするということを家庭科の授業で習ったと思います。シンガポールとマレーシアではそういうことは授業で習わないそうです。そのためかノーカットの野菜がそのまま皿に置いてあったりします。果物も口に入らないサイズが標準サイズ。僕は家で果物を食べるのが面倒になって長らく食べていません。日本のスーパーで販売されているカット済み野菜と果物はこちらも大型スーパーで販売されているので買いに行けば手に入ります。ちなみに僕のぬいぐるみを無言でテーブルに置いても親族は一人も突っ込みなしでした。需要力が高い。配膳係の努力が全員に行き渡るようみんなで中央の皿を回しています。この魚はとても美味しかったです。シンガポールとマレーシアでスズキをよく食べますが、
僕は泥臭い魚が好きなのでこれも結構好きです。一番美味しかったのはカレースープのカニです。マラッカの味だとおじさんが話していました。とにかくめちゃくちゃ美味しかったです。スープだけ追加で飲みたかったくらいです。それは美味しかったのですが、日本のカニと比べて殻が硬くてスープごと飛び散りました。僕の服に10箇所のダメージ。僕は撤退し大きな手洗い場へ。見かねたシンガポール人が僕のためにカニの解体作業をしてくれていました。おじさんが150リンギットのバウチャーを使いました。サービス料 10%、消費税 6%、10人でお腹いっぱい食べてこの値段です。なので、これだけ美味しいカニ料理を食べても1人3000円以下って驚愕の値段ですよ。このセイコガニは僕が2022年に日本の富山で食べた越前ガニです。当時はこれだけで3437円でした。マレーシアのカレースープガニの方が僕好きです。ヒルトンホテルの近くでは12月から1月の頭にかけて毎年クリスマスイルミネーションが行われています。ポルトガルテイストです。ホテルのビュッフェでポルトガル料理を食べました。僕は食べ物の絵を描くのが苦手です。マハラ島では刺身をカラーで描くことに何度か挫折しています。自然の絵だけでも背景1枚に5時間以上かかります。デジタルツールのスタンプとかブラシを使うと偽物の感じが強い。ファンタジー漫画は適当な葉っぱや花でいいでしょうが、実在の島はそうはいかないです。ガジュマル描くと1コマの背景だけで8時間コースです。九州エリアの背景作業は本当に時間がかかります。ダンスを踊っている子どもたちがいましたが、ポルトガル風のダンスなのでしょうか。僕はこの道の奥に惹かれましたが、もう帰るよと家族の許可を得られませんでした。マハラ島。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。シンガポールに陸路でお帰りの際は入国審査にご留意ください。ドライバーと高齢者がセットです。それ以外の世代とは下車する場所も手続き場所も異なります。合流地点では写真撮影不可でフリー Wi-Fi もありませんでした。入国前までにシンガポールで使用できる SIM を承入しておく方がドライバーに連絡するために無難かと思います。車のナンバーは控えておくと助けになります。入国審査官たちはオーストラリアのチョコレートを食べながら僕のパスポートをチェックしていました。日本の入国審査でそんな光景を見ることは絶対ないでしょうね。